今回は2024年のロスワを一緒に振り返っていくぜ。おお、2024年のロスワはどんな感じだったのか気になりますよ。今年のロスワの動きに対してタイトル通り本音で話していくけど、あくまでもエンタメとして楽しんでくれたらと思うぜ。まず2024年の新年キャラクターは水着ヨウム&水着ゆゆこ。ウッスマの本社ってオーストラリアにあります？ 2023 年も水着キャラであり、季節違いの水着キャラは定番になってきていたな。キャラクターデザインは食べ物×水着という組み合わせ。肝心なよく食べるゆゆこ様はなぜか飲み物にされていますが、このラスは演出がやりたかったんでしょう。キャラ性能は後々登場するレリックキャラと相性がいいものになっているぜ。水着コンパクヨウムはスキルのターンを減らすというとても便利なスキルを持っているんだが、レリックレイムやマリサはスキルのターンが短いので速攻でバフをかけやすくて相性がいいものになっているね。残烈弾持ちという部分も相性がいいし、ゆゆこは前回の日替わりエピックランキングでも言ったように、レリックゆゆこと相性が抜群すぎるものとなっているんだ。この辺はすごく良くて、後々出るキャラと相性がいいように作られていたのは素晴らしくいい。ガチャを引く側もとても楽しいですよ。新年水着キャラ、性能もインフレせずにそこそこ強くてかなり良かったと思うぜ。続いて新年も落ち着いてきた2024年1月24日に登場した2024年一発目の超フェス星熊遊戯&茨城河川。キャラデザイン完璧です。原作の東方水鳥花でスイカが角を隠すために髪を言って隠すというのをオマージュしたことや、和風デザインで鬼らしい豪快な雰囲気。キャラデザは文句なし、声優も非常に良かった。性能も河川なんかは後々のロスは最強キャラレリック河川と相性がいいものになっていて、高水準な性能で非常に OK。しかしなんとラスワのアニメーション演出が廃止されていたんだ。これ本当に最初びっくりした。もうアニメーション入れてくれないの？ってなったね。ラスワのアニメーション演出は予算や時間削減のために演出を消したんだろうな。でも去年はフェスでさえアニメーションを入れてくれていたのだからこれは継続して欲しかった。やっぱりアニメーションがあるとかっこいいもんな。とりあえずエピック水着レイムみたいに1枚絵でいいから継続派して欲しかったぜ。このラスは演出だけ石を変えるとかでも悪くないと思うしね。といったように、2024年から超フェス以下はラスは演出を廃止となりました。そしてその後はジェニックがそろそろ出るのではという雰囲気に包まれた。ジェニックは 3.5 周年で新たな区分ガチャゲンで登場して2023年最強を飾ったキャラクターですよ。強さは7575とレリックと同じクラスではあるもののレポート F だ。そして夢にまで見た二人組のキャラクターのため、レリックよりもスペック的には上にされているらしい。驚愕の旧作キャラと音楽キャラのタッグとか激アツすぎや。あとエピックの強さ7800とはいえ、総合的な強さではレリックに劣り、白フェスを抜けば実質一番強いクラスです。なんといっても新要素が強い。ジェニックキャラの最大の特徴は共鳴。共鳴は前衛の人数に応じて補正を上げる新たな機能ですが、ジェニック限定キャラは2人分にカウントされるのでそこを並べると補正をさらに引き上げることが可能。つまり最大6人分の補正をかけることができるんですよね。ただジェニックは強さデザインは一級品なんだが、旧作キャラがホーム画面で現れないことやラスは演出しないのが残念ポイントだな。そんなジェニックが2023年の半周年から出ていないので2月3月ぐらいに出るだろうと想定されていたんだ。共鳴ができる3人目を早く出さないといけないから、2月、3月の春休みには出ると思われたよね。しかし月日は流れて2月、3月、4月、4周年を迎えました。3体揃って本領発揮するキャラなのになぜここまで間を空けた？まあ4周年の記念キャラで相当なジェニックキャラ。それこそ旧作のレイム&マリサなんか出してくれるなら全然 OK。それなら仕方がないよね。さあ半周年でジェニックも来たし、4周年でついにジェニックが来るよね。さすがに7ヶ月もまたしたんだから来るよね。R25 の桜ミクのオマージュフランドール&小石。ということで、4周年はエピックの桜小石ちゃんとフランちゃん。ロスワは学生が多いし、こういうキャラは魅力的だからいいでしょうけど、結局2024年6月28日の8ヶ月後に3人目のとある最強極悪の姉についての考察宇佐美蓮子が登場。このスケジューリングはさすがにいかんとです。8ヶ月もまたしたので、ホーム画面などの改善があったのかと思ったら特に何にもなかったしね。結局ジェニック実装から追加キャラは2人だけでした。そして R 指定されてもおかしくない4周年キャラの桜小石と桜フランについては、キャラデザインはいいとして性能があまりにも格差が大きすぎる。桜小石は陽光ドッキリタイプで味方全体のクリティカル攻撃を2段階アップ 4T を持ち、さらに陽光ではナンバーワンのダメージ増加蓄積スキルを持っていて周年記念にふさわしい性能。しかし桜フランの方箱石に合わせられた結果、今まで陰光だったのに陽光タイプとなり相性が悪い燃焼を持たされてしまった。歴代フランは陰光型で、小石と一緒に引いてもらうために同じ陽光にさせられたんでしょうね。特に格差がヤバいのがスキル3。小石のスキル3の新スキル結界蓄力で初手から3ターン味方全体のダメージ 75% アップに対して、なんとフランは自身の禁止解除一つだけ。
これはひどすぎる。せめて味方全体の禁止解除でしょ。なので小石にかなり劣っているのがわかるんだ。おそらく桜小石の差別化として付けられたものだけど、これが不遇すぎた。これはフランドールファンに謝った方がいい。なぜここまで明らかな格差をつけたのか不思議で仕方がない。そして何よりも今年最も色々とヤバいフェスが登場。その名は白フェス。まずこの白フェスについてなんだがこのフェスの大きな特徴といえばガチャの使用。まず決勝で引けるんだがピックアップを祈り。狙って当てるのはまず無理で、たまたま出たら超ラッキーみたいな感じですね。そして神決勝で引けるピックアップを祈り。神決勝ならピックアップで引けるので当てやすいです。そしてラストに必ず仲間になる白フェスサイエマパック。3万円から4万で突完了できるようになっているステップアップ方式の課金パックです。最終突までにはなんとキャラ被りしか突る方法はなく、ほぼパックの購入一択。このように、ほぼ課金しないと完成できないフェスキャラなんだ。これに関しては、別に悪いということはなくむしろ3万から4万課金すれば最高潮のキャラクターが手に入ると考えればコスパはかなりいい。まあでもやはり、ガチャで引いて運命的に引き当てることでそのキャラを愛するというのがソシャゲの魅力なのでそこを削ったのは正直残念ポイントですよ。同感ですね。そして肝心なキャラクターの魅力が弱すぎる。まず新たに採用されたフィールド展開。あまりにもいろんな面で簡素すぎた。このサナエは4周年の新ガチャにして最高ランクキャラらしく新スキル大結界を持っているんだ。新スキル大結界で味方をサポートする能力があり味方全体の陽光をアップし、相手全体の陽光をダウンできる強力なスキルですね。が、せっかくいい要素を採用したのに、フィールド展開はなんかさらっとどこかで見たことあるような背景になるだけ。課金で最高地点のキャラでこれはあまりにも薄すぎる。例えば他のソシャゲのドッカンバトルでもフィールド展開なんかあるんだが、ちゃんとアニメーションがあり、ファンを喜ばせる演出になっているんだ。そうそう、ソシャゲの魅力とキャラクターの魅力を引き立てる、こういう要素を求めているのよね。そしてロスは演出なんだが。風は、大空へ。まあ比べたのが大手のバンダイナムコだし、これに関しては少し贅沢な意見かもしれないのだが、ラスワは本当にひどい。まず、2023年の超フェスのラスワ演出を見てくれ。このようにバイク天使ということで、バイクのかっこいい演出もしっかりと入れつつしかも天使らしく要石と悲壮の剣も出しており、さらに天使の代表するスペルカードの全人類の悲壮点を模した完璧と言わざる得ないラスワ演出なんだ。アニメーションも長めだし、かなり力は入っているのが伝わってグッときますよ。そして、ほぼ課金キャラで圧倒的最高ランクの白フェスサナエ。めちゃくちゃ期待しかないじゃん。そのラスワのアニメーション演出がこちら。ディスガイズドアポスタシー。なんじゃこりゃー。視聴者の皆さん今の演出が理解できましたか？ドアップのサナエが後ろに引いて白に塗られた森や神社らしき神社をバックにスカートがゆらゆらするだけ。何をしているのか全然理解ができません。ロスワのメインプレイヤーは10代が多いんだけど、10代の子がバイトで頑張って稼いだなけなしのお金で4万円課金したら、このデフォルトを流用された演出だったと思うと正直泣けてくるもん。ほんとその通りですよ。これは必ず次回から改善してほしいところですわ。2023年なんかは超フェスどころかフェスゲンでさえも、完璧なラスワ演出を作ってくれていたのに、もうちょい安くしてほしいが、別に課金要素については何回も言うがそこまで悪いとは言えないんだが、もっと買いたいと思わせれるような特別な演出を工夫を入れてほしかったな。これは魅力が薄いと言われても仕方がない。やっぱり東方プロジェクトの二次創作を代表する、ナンバーワンと言ってもいい企業なんだからこんな手の抜き方はやめましょう。いるなら、ディケード御柱。値段については確かにコスパは悪くない、けどやっぱり高いです。学生が多いということは運営も分かっているのに4万円というお値段は高い。4万円あればすき家の牛丼93個食べれますからね。そう思うとマジで4万円ってでかいな。それでこれどうすればよかったのでしょう？とりあえず神決勝じゃないとピックアップで引けないでもいいから1万で片白2枚で獲得できるとかにすればいいと思うんだ。それならエピックよりも入手難易度が高くて、2万円3万で学生も手が届きやすいよね。やはり今のままだと闇が深いよ。天井もなしだから、99% パックで買った方がいいに決まってるもん。またこれで新しいキャラが来ても素直に喜べる人はいないと思う。よっしゃー来たー、とはならないよね。白フェスがあるということは黒フェスなんかも考えられるが、諏訪湖までは仕方がないとして、もう二度とやらないでほしいね。やれば無課金でも遊べるレベルだったのにほぼ完全に課金システム導入かつインフレレベルの強さはあまりにも差が出てしまっているもんね。もう少し無課金でも手に入れるレベルに下げた方がいいよ。ほぼ完全課金はプレイヤーのモチベ的にも苦痛だよ。そしてこの白フェスに合わせて過去最高難易度の高難易度チャレンジが登場。これはかなり
り楽しかった。ちゃんと無課金でも勝てるレベルだけど、かなり難しいものになっていて楽しかったね。また高難易度チャレンジに合わせてキャンペーンも開催。キャンペーン自体はすごく盛り上がっていてよかったな。この手のキャンペーンにしてはガチャ石の配布量が少ないけどね。それで思い出したんだが、4周年でもらえれるものがひどすぎた。筑紫は300個とめちゃくちゃいいんだが、風結晶が減り特に復帰税などが多くなるこの時期に銀の素材しか配らないという。ロスワさん、何があったんや。またこの時期にあったことといえばメンテで 0P200 配布。やっぱり結構不満持っている人が多かったね。コメントでも言っている方がかなりいた。優しい方は 0P でも嬉しいよって言ってあげていたね。ただ 0P が200ってイベントポイントたった100ポイント程度だけ。本音を代わりに言うとぶっちゃけ足しにもならんよ。2000P でも速攻でなくなるからね。またなかなか大きな改善点とかもあったし、1回とかではなく、何回もお詫びで 0P 配布があったんだ。1回ぐらいなら何も起きないけど、何回もそれがあったから言われるようになったのよね。昔のロスワはお詫びはきっちり神結晶500個を配るという姿勢でまさに神ゲー。なのに2024年は特に 0P で済ませるというのが多かったんだ。どうしちまったんだロスワよ。この辺りから生放送もグッスマからネクスト忍者に移動、メンバーも総入れ替えがあったりしたので、中の担当も色々変わった説があるな。そして2ヶ月後の6月に、エクストラフェスが登場。大片白という片白で限界突破ができるんですよね。こちらのガチャはコスパいい。けど、若干握手行為をしているんだ。まず初回のエクストラが登場したイベントのシトラスは大片白が8個もらえたんだ。しかしおそらくさらばドレミーランドから大片白が2つしか交換できなくなったんだ。まあ初回はエクストラが2人いたし、特別に8個にしたってことだろうね。そしてタイムのロシは湯花の香りからというイベントから育成パック大片白も販売し始めたぜ。1万円で片白が1つ入っているよ。これは買う人は少ないでしょう。強さ的にはもともと超フェスと同じかそれ以下だったがフェスよりも強くなってきたな。フェスシリーズで失敗したから超フェスぐらいの強さを量産しようということになったんだろうな。フェスはやはり強さに限度があるので引く人が減ったからレリックなどより少し劣るぐらいのエクストラフェスで引いてもらおうって魂胆ね。だったら天井が低い超フェスでいいよね。片白も結局ログインとイベントで合わせれば同じだし。そう、実は超フェスの方がコスパがいい。ただしそれに越して最近超フェスが弱体化しているんだ。そうだったの？最近の超フェスの霊力補給がとんでもないことになっているんだ。エクストラフェスとの差別化のために超フェスが初期ターン3ブーストにたどり着けないように弱体化しているんだ。それは握手じゃろ。別に弱体化させる必要なくない？多分だけど、エクストラフェスって超フェスと違ってデザインが大体大人化させればいいだけなのでそこまで手間じゃないんだ。超フェスはかなりデザインが凝ってるもんね。なのでその分の手間が楽なこと、天井が高いことを合わせてエクストラフェスを引かせたいんだろう。なるほどね。ただエクストラフェスの性能は最近は結構強い。ヌエトラルバで初心者用かと思ったけど、最近の子はちゃんと殻にを持っていたり、家具やパーティーにはまる性能のキャラなんか出してくれているよ。そうなるとイベントで2つ片白をゲットできるのでコスパいいね。一応レリッククラスだからラスは演出は入れて欲しかったけど、あといいところといえば、おっぱがでかい。次に起きた大きなイベントは8月に登場した永遠戦線早期開催版。永遠戦線とは、3つのステージをそれぞれ編成を組んで攻略するコンテンツ。最高18名までキャラを編成することができますが、一度編成したキャラは再度編成できません。よって、所持している育った強いキャラの数が重要なコンテンツになっているぜ。人数が多いから L1 キャラも連れていけるので、倉庫番をしていた子も連れていける可能性があるのがいいね。そう、このイベントは特に持っているキャラ数、育成済みのキャラ数がものを言うので、よほどキャラが揃っていない限りは多少パワーの劣るキャラでも編成せざるを得ない場合があるよ。永遠戦線では強力な DF だ狩るものを獲得できるんだ。いろんなキャラを使えるのでかなり面白いコンテンツだったね。つい最近新の永遠戦線が始まり色々と改善もしてくれてより遊びやすくなりましたね。続いて2024年の大きなイベントといえば8月30日から実装されたゆっくりの登場。ゆっくりのデザインめちゃんこ可愛いよね。そうそう、夢のロテシらしいゆっくりで、可愛い見た目をしているが、周回が鬼畜すぎると話題に。なんでこんな低確率にしたんだ。まずこちらはゆっくりイベントというもので登場したもの。ゆっくりイベントはシナリオゆっくりとゆっくりとが読めて、ゆっくりレイムとゆっくりマリサが登場し物語が展開していくんですよね。そしてこのイベントの見どころは、課題やゆっくり宿舎を使ったガチャでゆっくりレイムとゆっくりマリサが入手できるんだ。ガチャチケットで引けるなんて斬新ですね。普通にドロップでいいと思うんだがなぜかガチャ仕様になりました。多分プレイヤーをガチャに意識してもらうためでしょうな。また後で紹介するがこのガチャ仕様も鬼畜難易度を上げている一つ。皆さんもお気づきだろうが、ドロップでキャラクターをゲットできるということで、運命値上げに向いているんだ。運命値を上げると、
ドロップ報酬が増えるんですよね。モンストの運極と思ってくれていいぜ。なのでついにロスはもう運極作りができる、というめちゃくちゃいい仕様かと思いきや、クエストの周回があまりにも鬼畜すぎる。ゆっくり乗りとはゆっくり、さようならのドロップ報酬で手に入るんだが、まず低確率すぎた。私も検証でやってみたところ、だいたい100回で1個手に入る感じだったね。また2650周やった方によれば宿死5枚らしくドロップ率は約500分の1らしい。ドラクエ5のハブリンの仲間加入率の2倍ですか。多分確率は周回 F だと同じぐらいに設定したのだと思われるな。運命値100にするには20体の同盟のゆっくりが必要となるんだ。なので単純計算で1万近くはいかないといけないのか。はっきり言ってきつすぎます。さらに現在ならこのゆっくり乗りとはゆっくりレイムかゆっくりマリサかゆっくりチルノが出てくる仕様になっているんだ。つまりピンポイントで集めることができないので必ず、2体分作らないといけないことになるんだ。つまり1体ずつは無理で強制的に2体のゆっくりを作らないといけない羽目になるのか。なので運要素も絡んで非常に周回が難しいというか面倒。霊力ぶっ飛びますよ。メンテナンスを浴び霊力ハイフラッシュはこれの伏線だった説。しかも、最初なんて周回クエスト確定なのに3オブという、はちゃめちゃ仕様だったからね。初心者救済クエストかと思いきや、周回に向いていない要素が常に詰め込まれて全プレイヤーを地獄に落とす化け物クエストなんだ。またそんなの運命値100のキャラクターを連れていけばいいじゃんと思っちゃうんだが、運命値対象は強化素材だけ。しかもその強化素材は最下層の素材でありイベント周回に比べてコスパ悪すぎる。10年続けるためにプレイヤーが遊びやすいものを作っていくと言っていたのに、さらに、仕方がないけどゆっくりの強さに関しては2年前の工場キャラみたいな性能。特に単体で周回させたいところなんだけど、このキャラの特徴はゆっくりをたくさん編成すると強くなるというもので周回に向いていない。レイピーを抑えるために周回は単体で活かせるのが基本だもんね。使いどころとしては強化素材が取れるデイリー探索ぐらいだな。2人で周回させるなら強いフェスゲン、または工場の運命値100を連れて行けるようにイベント周回しまくる方が長いスパンで見ればいいですからね。作成コスパも悪いし、性能コスパも悪いので作る意味がないのよね。とにかくもっとドロップの効率を良くするように作ってほしいね。ロスワのゆっくりの使いどころの本命としてはグッズ化なんだから、もっと親しみやすく初心者から上級者まで使えるような性能またはコスパの良さにすればよかったのよ。ぶっちゃけるとそこよね。まあここはこれから改善に期待だな。後々スカーレット姉妹もグッズ化させるために出すはずだから、これで5人が入ったガチャから育成させないといけないなんてことにはさすがにならないでしょう。多分ね。5人分均等に引き当てないといけないとか圧倒的に育成コスパ悪すぎですからね。3人でもやばいけど、今後の展開に期待です。続いて起きたことは 4.5 周年を迎えました。4.5 周年のキャラデザインは秋仕様になっていたんだ。今まではとりあえず引いてもらいやすい水着が定番だったけど、今回からちゃんと季節に合った服装のキャラが出るようになりましたよね。デザインはその辺も考えてエピックらしい丸い雰囲気のキャラデザインでいい感じ。ただ性能面の格差がまた大きい。社名丸綾の方の性能が明らかに控えめすぎる。これなんでこんなことになったの？まずアリスの方は水着や雲ゆかりのほぼ陰行版といって超優秀な性能。2ターンで使える禁止解除を持っているのよね。グレーズを禁止される場所以外はほぼ水着や雲ゆかりと同じように使えてかつ、2ターン6枚の全体ブレイクができて、燃焼デバフもかけれるしね。高難易度コンテンツに向いたいいキャラだよ。そして社名丸綾の方はかなりひどい。まずスキルなんだけどこちら、パッと見でわかる弱さ。このご時世の2段階止まりのバフ性能。しかも仲間全体でもなく自身。確かに2ターンで使えるといえど、バフは2ターンで切れるから上乗せもできない。さらに攻撃式とは思えないほどひ弱なステータス。工場に圧倒的で抜かれるレベルって、記念キャラとして実装するレベルに達していないんだ。これは綾がかわいそうよね。綾って人気投票で1桁に入るぐらいめちゃくちゃ人気なキャラで原作設定から最強キャラと扱われているんだから軽く優遇するぐらいでいいのよ。なのにロスワの綾は不遇になりがち。前回の4周年も格差が大きかったので、この辺もバランス良くしてあげてほしいですね。半周年とはいえ記念キャラなのにエピックでも弱いレベルはかわいそうだからな。この辺はまた次回ないようにしてほしいぜ。続いて11月29日から永遠戦線本戦がスタートするはずだったが、延期となったんだ。まあこういうのはソシャゲではよくあることだから仕方がないな。最近始まることができたので、情報が集まり次第また紹介していくぜ。残りはクリスマスに10応援組が来たりするので楽しみ。ただ新年まであと少しなので、そこを考慮してガチャを引いた方がいいよ。それにしても2024年は色々ありましたね。やはりもうすぐ5年も続くゲームだけあっていろんな企画を立ててくれていて、全体的にはやはり神ゲーなのは間違いないぜ。2024年の悪かったところを改善して5周年は最高のものにして私たちプレイヤーを楽しませてほしいし、私たちは全力で楽しんでいこう。さて、今回はここまで。視聴者さんは2024年どう思ったかコメントで教えてくださいね。また日替わりエピックについても紹介しているから見てみるといいよ。それではここまでご視聴ありがとうございました。